皆さんこんばんは。もうね、髪も乱れてちょっともうこんな感じですけど、もうしょうがない。いろいろあった一日でした。そしていろいろあった一日でしたで終わればいいんですけれども、あと3日4日ぐらい続くんですね。何があったのか、順々にこのテンションでお話ししたいと思います。こんにちは、クルーズ客船で働くエビです。現在ブラジルのサンパウロに来ておりますが、この動画がアップロードされる頃には、日本に帰国している予定でございます。で、私が今ねブラジルにいる理由なんですけれども、私の翻訳者がブラジル人なんですね。で、彼が日本に今来れない状況なので私がブラジルに来たっていう、それだけなんですけれども、今回帰国するにあたって、PCR 検査はもちろんのこと、日本が設定したアプリを、4種類ねダウンロードしておかなければならなかったりと、ちょっといろいろね、こういうご時世なので普段とは違う感じで帰国っていう形になります。なので今回はそういうことをね皆さんにシェアしていけたらなと思います。このチャンネルではクルーズ客船がね好きな方はもちろんのこと、海外旅行の情報とか、あとはちょっとパッキングどういう風にした方がいいのかとか、そういうね、ライフハック的なこともちょっとご紹介しておりますので、そういうことに興味あったり詳しくなりたいなという方はぜひねチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ブラジルから日本に帰国する際にあったことをねちょっと順にお話ししていきたいと思います。いや、今まで空港を間違えて飛行機を逃したりとか、あとは空港にいたのに、飛行機の、出発場所ゲートが変わったのに気づかず飛行機を逃したりとか、あと何があったかな。今まで結構いろんなね、結構皆さんがしないようなミスというか、もうありえない、おっちょこちょいで済まされないような、おっちょこちょいで済めばいいか、皆さんがあまりやらないようなね、失敗をね、してきておりますので、何かの役に立てばいいなと思って、こんな風になるの私ぐらいかな。ちょっと他のね方、自分はこんなね大変な思いをしましたっていう方がいたら、ぜひぜひコメント欄に書いていただければ、私が元気になるのでお願いします。じゃあまず、何が起こったのかをご説明していきますが、まず私は今、ドイツのフランクフルトにおります。トランジットエリアですね。で、私は映画のターミナルのトム・ハンクスのように、どこにも行くことができません。まずですね、ブラジルから日本に帰国の際に私はデルタ航空のチケットを買いました。買えたんですよ。ここがポイントね。別に日本からのラウンドチケットで買ったわけじゃなくて、片道で、買ったんですよ。で、別にその時はなんか書いてあったのかもしれないけど、もしかして見逃したのかもしれないですけれども、とにかく、そのデルタのチケット、羽田行きを買いました。で、10時40分の飛行機、10時50分の飛行機だったんですけれども、空港に早めに行って PCR テストを受けて、でチェックインしようとしました。チェックインしようとしたら、ブラジルから、アメリカには入れないと。特別なビザかなんかを持ってる人しか入れないと。トランジットでさえもアメリカに入国できないそうです。入国っていうか、トランジットだから入国でもないですよね。で、ってなるじゃないですか。ショックですよ。どうすんの、もう頭真っ白ですね、その時点で。これからもうちょっと頭が真っ白になる事件が待ち受けてるんですが、その時の私には知る由もない話で、とにかくそれでどうしようと思ってね、ファビオさんっていう人だったんですけど、ファビオさんがねいろいろ教えてくれて、日本に行くフライト他にもあるから、ラタンエアとかそういうのあるから、そういうの取ったらいいよって。それはいいとして、このフライトのチケットはリファウンドになるんかって言ったら、なるよ、大丈夫って。ただ私が電話しなきゃいけないけれども、ここでボーディングができなかったっていうのを記録に残すから大丈夫だよって言ってくれました。で、そこからフライトチケットを探すわけですよ。見つかったのが、ラタンエアライン、それしかなかったんですけど、でデルタよりも安かったし、やったーと思ってね。デルタが837とかだったんですけど、ラタンが760とか720ドルですね、ドルですけどだったんですね。
とにかくラタン航空のチケットカウンターが空港内にあったので、そこで日本行きの、チケット、フランクフルト経由で日本、成田に帰るやつですね、それを購入しました。で無事、飛行機に乗りました。いよいよボーディングです。いろいろあって、デルタ航空じゃなくて、このラタムっていうのかなの、フライトで急遽帰ることになりました。というのも、ボーディングですね。また後で一応気になる方のためにお伝えしておくと、かなり空いていました。そして、搭乗するときにネガティブの、COVID テストの、チケットじゃなくてその紙をね、見せてで搭乗して、そこラタンエアライン初めてだったんですけど、ご飯別にねすごい簡素だったけど、その割には結構美味しくて、4列シートを1人で丸々使ってよく寝てっていう感じで楽しんだんですね。でフランクフルト空港に着きました。フライトの時間が近づいてきたので、搭乗ゲートに行きました。そしたら、金髪のねドイツ人のお姉さん、日本語がすごい上手な方が日本語で話しかけてくれて、ちょっと搭乗前に確認することが何点かございますので、チケットカウンターに来てくださいって言ってね、チケットカウンターっていうかそこの搭乗口のカウンターですねで行ったんですよ。でCOVID-19 のネガティブテストを見せてって、あとパスポートですね、はいはいありますよってね、ネガティブでしたよって言って出すんですよ。そしたらね、これではあなた乗れませんって言われたんですね。ってなるじゃないですか。これネガティブって書いてあるけどって言ったら、そうじゃなくて日本はかなり厳しくなってるから、日本の書式があって、そこの書面にドクターがサインとかして日本の、求める、方法でネガティブだった場合にのみ入国できるそうなんですね。で私ちゃんと入国の際にどういうことしたらいいのかっていうのをちゃんと見たはずなんですよ。でアプリをダウンロードすることとか、ブラジルから帰ってきたら3日間隔離されることとか、そういうの全部書いてあったのに、なんとそこにはそのことについては書いてなかったんですよ。もう本当に謎。どこにあったんだろう。どうやってその情報を見逃したのか分かんないんですけれども、とにかくもう頭真っ白、2回目ですね、頭真っ白ですよ。でどうなるの、ここで COVID-19 のテストできるところありますかって言ったら、あるよって言って、ただもう今日のフライトには間に合わないから次のフライトになるねって言って、分かりました、じゃあ次のフライトはってなるじゃないですか。そしたら次のフライトは今日は日曜日だから3日後の水曜日です。頭真っ白、3回目ですよ、3回目。3日後で、そこで、もう一回 COVID のテストをしなきゃいけないと。理由は日本の書式でやんなきゃいけないのが一つで、それがブラジルでやったのは、鼻の奥に綿棒みたいなのを刺してやるやつと、唾液のやつですねをやったんですけども、日本はどっちかしかダメなんですよね。でそれじゃいけないと。もう意味が分かんないんですけど、なんで日本って、私が悪いんですよ。私がちゃんと全部読んでなかったから悪いんでしょうけど、なんでこんな特別なことをしたがるのかなってね。他の国みたいに同じようにすればいいのにさ。でそのインフォメーションもうちょっと分かりやすく書いてくればいいのに。だから私聞いたんですよ。これってもしかして私が初めてですかみたいな、私みたいなちゃんとしたテストを受けてなかった人いますかって聞いたら、今日のフライトでもやないけど前回はいたよって言ってくれて、少し救われたというか、私だけじゃないんだみたいなね。でもそんなの関係ないんですよね。他の人が同じミステイクしたからって関係ないんですけど、私の人生には。ただそっか、じゃあ他の人もやるようなミスだったんだなっていう、そういう話ですね。とにかく私のオプションとしては空港にステイするしかないと。でその空港にステイするのもトランジットのエリアの中にあるホテルが1個しかないそうなんですね。で1個しかないからものすごい高いんですって。しかもその人が言うには、まだ値段チェックしてないんですけど、時間だから、1時間おきにチャージするみたいな、そんなことを言ってたと思うんですよね。
でそうこうちょっと歩き回ってるうちに、まだあるんですよ、ちなみに。でそうこうしてるうちにシャワールームを見つけました。シャワールームで、6ユーロか、アメリカドルで8ドルで、その横にカプセルみたいなのが3つあって、なんて名前だったかな、ここに出しておきますけど、カップなんとかみたいな名前で、それが昼は、15ユーロ1時間ごとにチャージするんですね。夜は10ユーロ1時間ごと。と思って、でも8時間ね夜泊まったとしてももうそこで80ユーロなんですよ。めちゃめちゃそう考えると高いじゃないですか。とにかく、まだ話は続きがあって、で私のフィアンセですね、もうフィアンセフォーエバーみたいな感じで、もうずっと婚約者のままで結婚もできてないんですけども、コロナでね日本に来れないしとか、いろいろ大変なことがあってね、で彼に電話してしたら、なんで外に泊まればいいじゃんとか言われて、いやでも外っていうのはフランクフルトの街ですね、だから空港の外ですね、泊まれちゃいっぱいいいじゃんって言われて、いやそうだよね、なんでそれがダメだと思ったんだろう、それダメだって言われたのかなとか言って、頭が真っ白な時にいろいろ聞いたんで、そこの記憶がなんか抜けてるというか、ダメって言われた気もするけど、なんでダメなのか覚えてなくて、後でねよく考えれば分かった話なんですけども、とにかくじゃあ外に出れるかどうかちょっとチェックしてみようと思って、でも聞く人誰もいないんですよ、もう全然いなくて、だからしょうがないからドアを抜けて、バゲッジクライムエリアのところに行く道を通って、今からバゲッジクライムエリアに行って、ドイツこの、空港から出れるか確認します。ただ問題なのは1回ね、ここを出たら戻る方法が普通に戻る方法はないので、またスタッフの力を借りてこのトランジットエリアに戻ってくるっていうのが最悪のケースですけれども、とにかく、ここでは3日間過ごせないのでね、バゲージクライムエリアです。いやー怖いな、もういろいろもう辛い。でこっち入ってきちゃったよ。あそこに人がいるから聞いてみよう。でパスポートコントロールですね、そこに行ってお兄さんに、どこから来たの、どこに行くので、そこでお兄さんにどこに行くの、日本、どこから来たの、ブラジルって言ったら、それじゃあドイツには入れないよって言われた時に気づいたんですよ。ブラジルから来たからドイツには入国できないんだと。だからトランジットではブラジル人できるけど、ブラジル人というかブラジルから飛行機でねトランジットで経由するには構わないけどステイはできないと。そこでね気づいたんですよ。とりあえず何個か事件が今日あった中の最後の事件であってほしいっていう願いで、今何時だ、今10時19分なんですけども、この後ここで寝るかっていうのも、ここねすごいいい席を見つけたんで、もう譲りたくないとかどこにも行きたくないんですけど、といってもね他に歩いてる人もいないから多分誰にも取られないと思うけど、水とか汲みに行きたいしちょっと食べたい気もするけど、1日目はおしまいというわけで、明日何しようかな。とにかく今ねHow to Get Away with Murder っていうシリーズがあるんですけども、これをねずっと見てて、それの最終シーズンを用意してたので、それをとりあえず見て、多分すぐ見終わっちゃうから明日はまた何しようかなっていうことです。というわけでまた明日、チャオ。ちなみにどこで寝るかまだ決めてません。ここかもしれないし、カプセルホテル
に7時間とか、せめて5時間取って、50ユーロ。高いよ。しかもさ、3日間もあったらさ、24時間泊まれるホテルで、なんか1泊80ユーロとかだったらまだ出してもいいかなって思うけど、その8時間しか使えなくて80ユーロって言うと、出したくない。楽しそうだな。もうやだ。とにかくそういうことで、また明日。チャオ。